おはようございます。ベイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は温暖で豊かな海と大地が広がる四国愛媛県。そこで期待するのは超新鮮海の幸、それに柑橘果物、そして穏やかな時間も。寒さも和らぎ春の日和を満喫できた愛媛県1泊2日キャンピングカー車中泊旅。本日は2日目の模様をお届けします。よろしくお願いします。15千枚3号。母ちゃん、はい、今日の晩ご飯は何ですか？今日はお刺身のキルキルだけ。お刺身のキルキルだけ。はい。なるほど。キルだけ。それ何ですか？ヒラメ。これ来ました。安かったよね。安かったです。ほら。ね、ヒラメで450円この大きさでね、ないよね。これ。いか。650円。650円反対になってるけど。お値段がすごい分厚い。美味しそうやな。美味しそうです。はい。うち思われてん多分。刺身ばっかり食べてんなって。そうね。刺身お魚好きなんよね。お魚好きやな。いやでもここ愛媛県結構お魚なんか美味しい。美味しいってな、言うよね。だからね、ちょっといろいろ食べてみたいなと。お魚を買うためにここに来たんやからな。550円タイです。すごいよな、大きいよなこれ。これで550円な。美味しそうやわ。いいね。お腹減ったね。はい、じゃあもう切るだけだ。はい、じゃあお願いします。パーシャルなんで。あ、凍ってんのも。パーシャルなんで。半分。凍らせたってこと？いや、凍らせはない。半分パーシャルになってますよ。そのなんか言い訳みたいな。凍ってんねやろ。せっかく名前なのに。いや、凍ってないよ。ほらほら。お前の。パーシャルやな。パーシャル。一番いい、美味しい。食べるくらいにちょうど冷たくて美味しいのが食べれる。それをこうわざとやったの？なんで答えがない？めちゃめちゃ美味しそう。美味しそうやな。美味しそうやわ。ちょっとごめんなさいね。切れ方ね。なんかどう切れてんのかが全く分からへんねんけど。これでちょっとね、最後この端はなんちゃんのほんじゃが食べる。いい感じでできましたんで、盛り。よし。母ちゃん皿がめっちゃでかいねんけど大丈夫かなこれ？やっぱ大きい方がさ、なんか美味しそうに見えるでしょ。確かに。こうかな。ちょっと。豪華。ね、美味しそうね。いいか、ちょっとこう先にね。ちょっと切っとく。ちょっと。隠し包丁入れるってことですね。はい、ちょっと切っとく。ちょっと切っとく。説明が雑。ちょっとで、これをこう、ちょっと真ん中で切っときます。分厚い？結
結構分厚いね、ほら。肉厚。分厚いね。いい感じね、美味しそうで。母ちゃん、はい。このレモンははい。すごいな。でっかい目。ほんまに目みたい。これさっき買ったね。お風呂行った時に買いましたね。はい。3つで200万円。3つで200円でしたね。はい。国産レモン。はい。いい香りしてますよ。めっちゃいい匂い。いい匂いしてますね。なんか見た目も丸々してる。ね、ポクポクして美味しそう。美味しそうやね。うわー、綺麗。うわー、綺麗やな。うわ、なんかジュワーなった。ねえ、なんかこのまま食べれないのかな。めっちゃ綺麗。皮ごと食べれそう。なんか酸っぱくない匂いがする。ね、これね、綺麗。綺麗ね。じゃあ母ちゃん、はい。ご飯炊けましたからね。はい、入れましょう。はい、いい感じですね。美味しそう。いい感パンパン。じ。めっちゃ量炊いてるな。一応これ産後だけで産後。産後焼きの産後満タンやね。すごい。炊けるだけ。はい。ただいまの時刻は9時17分です。やっぱり佐田岬が長かったよな。そうね。だから思いのほか時間かかったよね。行くのに時間かかりますね。かかりましたね。あ、すずちゃんが。あ、本当や。すずちゃんも一緒にご飯。よいしょ。よいしょ、ごめんごめん。よいしょ、すみません。よいしょ。で東大まで行ったんですけど、すごい景色綺麗かったよね。すごい綺麗かった。あれはね、行かれた方がいいと思います。まあちょっと大変、上り下りがね結構あったから大変かな。階段結構急やったよな。そうそうで、スロープがかなり下がる。そうやった。それこんなにっていう。そうやった。なんか橋かけてほしいって感じやったな。すごい上がって下がってやったからね。足首がそれもう下り坂のね膝がねやばかったですけど、まあでも行ってよかったなって思うぐらい本当綺麗な景色でしたね。ただやっぱりキャンピングカーで道結構細いというか、木がね上からね下がってるんですよね。道幅は、ね、対抗できる分はあるんですけど、左にね寄っていくとキャブコンはね上がねやっぱ当たっちゃうんですよね。だから寄れなくってどうしても。で向こうの対向車のドライバーの人寄ってよって顔されるんですけど、いや寄れないんですよみたいになってバックしてもらったりとかね、自分がバックしたりとかいうことがありましたね。じゃあね、いただきましょう。はい、お腹減りました。つぶってるの。目つぶってる。そうだね。眠たい。最近なきさ、いびきがな、大きい、ね。大きいよな。こっち向いて顔のそばでいびきするからもう寝られへん。なんかそう大人になったな、なんか。どんぶり乗せます？あれ落ちた今。大丈夫です。ありがとう。ご飯に巻いて。ご飯に巻いて。じゃあヒラメいただきます。美味しそう。美味しいやん。じゃあモンゴイカいただきます。取れたての美味しい。うまっ。うまっ。うまっ。イカ美味しい。美味しい。はい。美味しい。美味しいわ。違うね。美味しい。でも歩いたな、あげ。頑張りました。よく頑張りました。じゃあみんなでおこのなんかこれっていうこのなんかほらやった感の、この何
母ちゃん、はーい。コーヒーできました。ありがと母ちゃん、う。はい。コーヒーいただきます。いただきましょう。ただいまの時刻は10時16分です。で、外気温なんですけども13度あります。めちゃめちゃあったかい。なんか数字間違ってんのかなと思うんですけど、外で寝れそう。寝といて。室温はね、車内温度は 19.9 度、20度近くありますよ。FF ヒーター使ってないですね。それでもこんだけあるんで、で火も使ってないからね今日。使ってないですね。でもあったかい全然。ちょっと外下がる、まだ下がるかな。外は 12.6 度、ちょっと10度ぐらいまでは下がるかもしれないですね。それでも2桁ってありえないですね。ありえますけど私たちがマイナスの世界だったからね。以前の旅ではありえないなと思うんですけどね。じゃあパンいただきましょう。で結局お刺身は食べましたね。眠たいね。眠たいけどなんかコーヒーはねやっぱりゆっくり飲みたいなと思いますね。じゃあいただきます。また気温下がったな。 11.5 度。まあやっぱりもしかしたら1桁ぐらいになるんかもしれへんな。三寒四温。三寒四温何やったっけ。3日寒くて4日暖かい。知らんけど。三寒四温やからそうじゃん。知らんけどって。コメントくださる人とかさ、なんか会ったこともないんだけども、なんかこのアイコン見てメッセージ読ませてもらったら、なんか久しぶりみたいな。なんか確かにそれは思うな。でもねコメントのさ、名前覚えられへんね。結構みんな複雑な名前になんて言ったらアイコンは分かんないけど、その横についてるアルファベットの文字とか、日本語やったら漢字でね普通に名前を書かれてる方とかだったら、って見たらこの方って思うんだけどアイコンと文面で覚えてるんでしょ。私は文面ってどういうこと？そう皆さんにねコメントいただくんですけど、コメントをいただくそれぞれの方々の初めてねいただく方は初めてなんでこういう文面を書かれるんだなと思うんですけど、ずっとねコメントを送ってくださる方々っていうのはもう文面がやっぱりその方の文面やね。どう言ったらいいかな、話し方みたいなのと一緒だと思う。文面がやっぱりその方が書かれた文面だっていうのがすぐ分かるから、もうずっと読ませてもらってるから、ちょっとなんか分かるニュアンス、なんか勝手にお母さんも読ませてもらいながら、この人はなんか声の高い感じで読んだりとかそうね。そうあるね。なんか、この人はちょっと母ちゃん今日もこけてましたねみたいなゆっくりお話しする人やみたいな感じの、そうなんか話もしたことはないんだけども、なんかその文面でイメージってやっぱり出来上がってしまうよね。でそのイメージでこの方だとかこの方だっていう認識をしてるから、名前って名前っていうのあれはなんていうのかな、アイコンの横についてるなんていうかななんか名前って言わないと思うんですけど、アイコンの横についてるアルファベットであったり日本語であったりっていうのはあまり覚えてなくって、そのアイコンとその文面でまた送ってくださったんだなと思ってもう読ませてもらって、でその方とお話ししてるようなね気分で読ませてもらってますね。本当になんかそんなニュアンスはわかります。なんかなんかよくね皆さん動画をね見てくださってるなっていうのをねもう本当に感じますよね。結構なんか嬉しいね。特に細かいところに気づいてくださる方も多いから、こんなとこまで見てくれてんねんなと思ったらだんだんなんかこう撮影とかで見られてみたいな。いやらしいな。いやらしいないわ。いやらしない。こ
ここ撮ってんのかみたいなね、もうやらしいね。なんかいつもの同じのブサイクな顔してんでとかさ、やらしいね。ちゃうやろ、だって不自然にさ、あなたがいやらしいのよ。いつも通りやったらいいやん。いつも通りやったらいいのに、いつも通りじゃなくっていつも通りになった時になんかいつも通りの顔してんでって言ったら撮ってんのって撮ってるよって。でもそれ使うと思ってびっくりしたし、見たら使ってるやんと思って。だっていつも通りでええやん。そやのにちょっとなんかよそ行きな顔するなんやろうなと思って。ね、本当ありがたいですね。なんかね、励みになりますね。コメントはね、本当に。ちょっとハウス移動させるわ。じゃあおいで。こっちおいで。ここ。よいしょ。ただいまの時刻は11時25分です。気温はですね、外気温が 9.3 度ですね。あったかいですね。もう3月の20日を過ぎてるんで、これぐらいのあったかさですかね。で、今日はね、桜も咲いてて、で菜の花がねめちゃくちゃ綺麗でしたね。春だなっていう感じですね。で、明日なんですけれども、全く予定がないんですね。愛媛県の今はね海側にいるんで、ちょっと山の方に入ってっていい温泉がないかなと思ってるんですけど、明日の朝にねまた探そうかなと思ってます。じゃあ今夜はねこの辺りで寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今凪の散歩が終わって、でこれからですね朝ね、食事するとこ空いててんな。7時から、市場のね食事するところが空いてて知らなかったんですけど、でそれが7時から空いてて、もう今7時回ってるんで空いてるんですよね。で今から朝ごはん食べに行こうかなと思います。でお弁当とかがね買えたらねキャンピングカーに持って帰ってきてキャンピングカーで食べようかなと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。この石ですね。これは7
懐かしい。母ちゃんこれ、あ、学校の椅子、これ小学校のそう、時の椅子こんなちっちゃかったのかな。焼き魚定食、これで500円。これはハマチの釜ですね。ハマチでも結構大きなハマチだね。大きいね。すごい立派。お肉もしっかりほらついてる。いただきます。このちゃんぽんだし、母ちゃんめっちゃ好きなやつ。そう。何買いました？じゃあ今日は何買いました？これはしじみです。昨日買いたかったからしじみが。そう、1個しかなかったね。これカレーじゃなくてヒラメです。で、これはハマグリです。ハマグリ。いい感じ。ね、美味しそうやね、なんちゃん。怖いで遊びそうやね。これ昨日美味しかった。モンゴウイカまた買っちゃいました。美味しかったんで、パリパリしててね。なんちゃん、お尻こんな大きいね。いや、なんかでかい。違うやろ。毛でなんか盛り上がってんじゃん。そうかな、なんか大きくなって。まあでもボーダーコリーちゃんはな、お尻大きいというか股関節が外に広がるからな。どうしてもこういうお尻になるよな。ここやな、股関節やな。まあこれがボーダーコリーちゃんな。何？僕最後にあいつおいで。でっかいなにゃんちゃん。アップしてんの？今道の駅八幡浜港を出発しました。でこれからですね、九万高原の方にある道の駅天空の里へ向かいたいと思います。今までね、海側をずっと回ってたんで、これから山側の方に入って何か見どころがあればいいなと思ってます。はい、じゃあ行ってきます。母ちゃん、はい、ここは道の駅内子フレッシュパークっていうところかなに寄ってみました。ここでフレッシュパークっていうぐらいだからなんかフレッシュなものがあるのかなと思って、はい、何か買えたら買いたいと思います。じゃあ行ってきます。あったかいです。すごいね、こいのぼり結構急だね。ねえ、めっちゃ綺麗。うわー、すごい。うわー、すごいじゃん、ナギ。はい、母ちゃんまた大量に買いましたね。これでもちょっと嬉しい感じだね。いらっしゃい。ほんまへいらっしゃいやな。いらっしゃい。これな。菜の花。美味しそう、菜の花。春やね。フキノトウね。春やな。春やね。あとはね、こういう柑橘系ですね。そう、やっぱりね、こっち来たら安くで買えたらね、これ140円よね。140円ね、8作でね、8作とかね。で、この椎茸干したもの、これはまあ家でだしでね、大量に買いました。こういうの好きやね。じゃあ出発しましょうか。はい。ですね、今椿温泉っていうのかなに着いたんですけど、やってないですかね。なんかでもさ、営業時間が時間が
そういうこと。3時からでもやってない。あ、違う、4月午後の3時から休館や。3月31日で今何日？休館させていただく。3月3日今日何？今31日違うよね。いやなね。母ちゃん、はい。入れるみたいですね。よかったですね。よかったな。でもね、この施設、この椿温泉の施設かな、椿温泉小松っていう施設かな、ここは3月の31日でもう閉館になるのかなですね。なんかって書いてましたね。ちょっとよくは分からないんですけど、おじいちゃんに聞いたらそういうふうに言っておられて、で紙に張り紙にもそうやって書いてました。で今日は3月の22、21、23かなちょっと分からないなんでギリギリ入れるみたいですね。あ、よかったです。22、3月の22でした、はい、入りたいと思います、はい、もうちょっと15分ぐらい待てば開くそうなんで、はいはい。母ちゃん、はい、今ちょっと仮眠しました本当ちょっとだけですけどね、はい、で時間オープンの3時になったんでお風呂が空きましたから、今からお風呂入ってこようと思います。じゃあ行ってきます。椿交流館っていうところですね。椿温泉小松どうでした？すごい良かったです。こじんまりしてるんですけど、地元の方、やっぱ交流館でねこういう風になってるぐらいなので、地元の方々が、来られてお風呂に入られてるみたいでしたね。じゃあ凪のところに帰ります。さあ母ちゃん、はい、今からですね、もう高速道路に乗って神戸方面に帰っていきましょう。で途中のパーキングで晩ご飯食べたりしましょうかね。ここからですね自宅までは253キロになってますね。帰りも徳島道を通って帰るんですけど1車線なんですよね。あれがねちょっと大変ですね。眠くなったらすぐ休憩しながら進んでいこうと思います。今回は愛媛県の方に2日間で旅をしてきたんですけれども、良かったですね。すごい良かったです。すごい春でしたね。春っていうかなんかもう初夏みたいなちょっと焼けましたよ。もう焼けて T シャツで過ごせるぐらい暖かかったまた焼けたよね。また焼けました思いのほかにね天気もよくで気温も、思いのほかっていうかうちにしたらすごい好天やったよな。いやもうほんとうちいつも悪天や本当にいい天気で気温も高くって、ちょっと風はありましたけどね、ちょっと運転がね大変な時もあったんですけど、でももううちが旅するにしたらもう最高の天気でした。はい。でここにもね八作、これはどこで買ったのかな、フレッシュパーク内子かな。よかったよねあそこ。すっごい良かったんです。そこに道の駅があるって思ってなくってたまたま会って立ち寄ったんですけど、そしたら凪も散歩ができて、で鯉のぼりもねあって、川沿いにずっと歩けるようになってて、お店の上パン屋さんの上に道もあったりしてそうだから面白かったね。面白かった。なんかちょっとジブリっぽかった。なんかこんなとこに道がある。橋渡れたりとかね。そうね、ワンちゃん連れで行かれるにはねいいとこだなと思いました。はい、私たちもすごく凪もすごく散歩ができたんでね良かったです。で今回ね見つけました。何を見つけたかっていうと、母ちゃん紹介してください。ムッキーもうちょっとこっち。ムッキーもう一回ゆっくり始めて、あなたのペースでやらないで。で今回ですね見つけましたよ。何を見つけたかっていうと、母ちゃんどうぞ。ムッキー何のことやねんってなりますけど、ですね以前島根県だったかなの旅に行った時にその時も八作
だったかな、八作なんかすごいネットで買ってんな、うん、でそこに売ってた皮むき器っていうのがあったんですよ。でそれを家内が買うかどうか迷って、で結局買わなかったんですね。でそしたらそれは買った方がいいですよってコメントたくさんいただいて、でそれがこのムッキーちゃんムッキーちゃんムッキーちゃんで、まだ使ったことないんですけど、これどうどうやってやるのかな、使うのかな。こうかな、ここにカッターがカついてる。ッターがついてますね。これであここを開こうやっけてて、でこれでみかんうん中身のこうするってことかな。そんなとこから刺すんす。えあ、そうなんや。なんかめっちゃ飲んでんね。ごめん飲んでるフレッシュすぎる。あーめっちゃあーいい匂いする。おーいた、すごいいい匂いする。でもあ、そうか。でここはないんだね。指でこうやってこれ合ってますかね。コメントでまた教えてください、合ってるかどうか。あーでも綺麗になるほど、こうやって、なんかちょっとっぽいね。あ、そうやわ、あ本当だ。それで合ってんじゃない。だからあここがなるほど、すごい。いつもねこう口でこうチューってやってからはい言うとった。ありがとうございます。はい、言ってました。言ってもらってましたよ。あ、こうやな。そしたらこれほんまや。あ、衛生的にあれだね。これ確かに便利だね。便利やな。まあ多分合ってると思うんですけど、まあこの側面にこれをこういう感じで沿わして今家内が切ったんですね。でこれを手でこうやって剥いたら、この半分にこうやって半分になりました。で今度はこの中にカッターがついてて、でこの溝に沿わせてこのみかんの実をこういう風にスライドさせると、これでここがこれはす開ごいくっていうね、いうことですね。だからこれでもう食べれちゃうっていう。これ確かにこれ、うんこのねこの横のはちょっと想像ついたけど、はいはいはい。これすごい、これねちょっといただいていいですか。めっちゃ綺麗に、うんうん。美味しい。あ、こへーれ美味しい。これやったらむきたなるね。剥いてください。私これが苦手で、でもいつも家内が剥いてくれたのを食べさせてもらってて。いや剥いてるとこ見てへんからよかったね。まあ見なかったことにしよう。今回は四国の愛媛県に春を探す旅に行ってきました。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。